はい、お嬢さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日も質問をいただいているので読ませていただきます。最近職場や生活の中でどうしても不快な雰囲気を感じる人がいます。話しているとなんとなく嫌な感じがしたり、場の空気が重くなったりすることがあるのですが、そういう人から何か独特な匂いがするように感じることもあります。以前、お嬢さんの動画で邪気が多い人には特有の匂いがあるという話もありましたが、邪気が多い人にはそういった匂いやオーラがやっぱあるのでしょうか。もしそうだとしたらそれをどう感じ取るべきか、またどのように対処すればいいかアドバイスいただけたら幸いですというふうにいただいてます。いや、確かにそればっかりじゃないですけど、私自身はやっぱり匂いを感じるとか、そういう独特の音があったりとか、でも匂いが一番わかりやすいかなと思いますね。普通の人にはね。やっぱり匂いがやっぱり一番感じる人が多いんじゃないかな。でもそういったことがあるなら、それに気づいてなら、ちょっと言ってあげることも大事じゃないかなと思いますけどね。服着替えるとかさ、シャワー浴びてくるとかっていうのは、そういったことをやっぱ常々やってる人をやったら、そういう匂いも出てこなくなると思いますし、水で流すっていう言葉があるように、リセットできると思うんですよ。少々の邪気やったらね。ちょっとアドバイスしてあげる、何かきっかけを作ってあげる時なんじゃないかな、感じる人は。全ての人にそんなわけではないと思いますし、たまたま職場の中にいる人でそれを感じたんであれば、ちょっとこうやってみたら、いいと思うよとか、お嬢さんの動画を見て、匂いが、ある人は邪気があるって言ってたから、ちょっと、あた臭いけどって言ってみるのもありかなとは思いますけど、そういったちょっとしたコミュニケーションを取ってみるっていうことが必要なのかもしれないですね。なんとなくこの人邪気感じるから離れようとか、そういうのはやっぱり冷たいというか、逆に何か教えてあげたりとか、そっちの視点が大事ってことですか。その辺歩いてる人にね、あなた邪気ついてるでしょっていう、そういったあれはちょっとね、離れてみたらいいと思いますけど、例えば職場で外傷とかね、例えば家族とか、めっちゃ仲のいい友達がそういう感じで感じるならば、お付き合いとかご縁があるわけですから、そういった方はアドバイスも必要なんじゃないかなとは思いますね。邪気がついてる状態ってやっぱどんな人にもあり得るもんなんですか。ありえますね。いや、チャンネルの周波数を合わせるのと一緒かなと思ってます。やっぱり誰しもが不安になったり落ち込んだり悩んだり苦しんだり、腹立てたりね、怒りに振り回されたりすることってあるじゃないですか。やっぱり私たちでも感情っていうのは感じるレベルで、目には見えないですけど、感じるでしょ。今腹立ってるとか、今不安になってるとか、悩んでる、苦しんでる、寂しいんだっていうのはやっぱ感じると思うんですよ。そのマイナスの感情っていうものがやっぱりそのチャンネルを作り上げてしまってると思うんで、入り口になってるっていう。だから悩みすぎてたら邪気ってやっぱり集まってくると思いますし、もうそもそもマイナスの感情自体がマイナスの気になってるんでね。だから例えば怒りなんかっていう感情のエネルギーっていうのは、まず生命エネルギーをそもそも怒りというマイナスの感情エネルギーに変換してるんですよ。もうこれだけで気を減らしてるんですよね。っていうことはプラスの気をマイナスに変換してるだけでも疲れちゃうのに、これ、対象がいるわけですから、腹立つ対象がいるんですから、だったら怒りのエネルギーを相手に、念を飛ばすっていうように、対象に送ってることになりますよね。で、また、怒ってる人、怒ってる人見たら、周りもあまり気持ちのいいもんじゃないじゃないですか。なんかもう怒ってる人のそばにおんの嫌やな、みたいな思うでしょ。ってことは周りにも撒き散らしてるんですよ。ってことは対象にも送ってる、周りにも撒き散らしてる、自分自身もマイナスに変換してるっていうことは、すごいエネルギー減ってる状態なんですよ。もう怒ってスッキリしたなんていう人いないのと一緒で、やっぱ皆さん怒ったら疲れると思うんですよね。だからそれぐらいエネルギーがダウンしてます。減ってるっていうことは、マイナスのチャンネルに行ってるっていうことなんで、マイナスのチャンネルに行けばそれだけマイナスのものっていうのは出会いますよね。だからここにいろんな邪気があるわけであって、それに出くわしてしまう。っていうことは、それがついてる、つけてしまうっていうことになるんじゃないかな。
だから邪気自体が寄ってくるよりも、自分が邪気のチャンネルに足を踏み入れてしまったから、そういったものをまとってしまうっていうことはありますんで、じゃあ皆さんが注意してほしいのはやっぱり怒りに振り回されないこと、不安や悩みごとに振り回されないようにすること、それは怒ったり不安になったりすることはありますから、まあ腹立ってみて気づくこともあるし、悩んでみて分かることもあるし、落ち込んでみて気がつくことだってたくさんあるのが人生なんですよ。だけど、それに過ぎてしまうのが良くないと思うんですよ。だから怒りすぎる。怒りなんて怒りすぎたら恨みにしかならないですからね。こんなことやってたら生きようっていうレベルに変わっちゃうじゃないですか。ってことは、やっぱり怒りすぎちゃダメだよって。だからどっかで発散する方法を考えて、悩みすぎてもダメですよって。悩みすぎたら精神エネルギーなくなっていくだけなんで、生命エネルギーがどんどん減っていっちゃうんで病気になっちゃいますよ。精神的な病になっちゃいますよ。だったら悩みすぎる前に誰かに相談するとか、アドバイスもらうとか、誰かに言ってみるとかっていうのがすごい大切ですし、ともかく一人でね、エネルギーをマイナスに持っていけば、そういった邪気のチャンネルに落ちちゃう。っていうことは、まとわりつけてしまうよとか、背負ってしまうよとか、それをついてるっていう表現だと思います。でもどうせね、邪気に、つくっていう言葉って憑依っていう言葉ありますけど、邪気とかね、マイナスの、例えば幽霊とか、悪霊とか、そういったマイナスのものに憑依されるぐらいやったら、いや、神さんや仏さんに憑依される方が良くない？だったら自分もいい生き方に変えていくっていう努力をしていくことがすごく大切だと思います。その逆に邪気まとってそうな人っていうかがもし現れた場合は、行き過ぎてる部分があるから、例えば考えすぎてるとか怒りすぎてるとか、何かそれをちょっと切り替えてあげるような一言とかあげると、またいい感じになったりすることもあるってことですか？そうですね。だけどその人が気づくこと、本人が気づくことも大切なんで、仲のいい友達やったらね、どうしたのって声かけてあげることって、何かあったら悩んでることとか苦しいんだったら私聞いてあげるよっていう、そういったことは大切じゃないかな。でもその言う言わんはその人の選択やと思いますし、きっかけは大事じゃないかな。気づくためにも悩んでみて気づくこともあるわけですし、ただやっぱり邪気まとって匂いが敏感になって分かる人とかね、なんかこの人と一緒にいるの嫌やわって思うんであれば、ちょっと一時的に離れてみるのも必要なのかもしれません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって、人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。